こんにちは、お久しぶりです。もう最後にアップロードした動画から多分1ヶ月以上ぐらい経ったと思うんですけど、なぜかこのチャンネルに登録してくれてる人は減らなくて、なぜかちょっと増えてたんですよ。なんで、ありがたいんですけど、今回のトピック、もしかしたらちょっとだけ、人によってはちょっとだけ暗く感じるかもしれないんですよね。全然僕は暗いと思わないし、できるだけ暗くならないように話すんで、別に問題ないんですけど、今、もし、暗い気分になっている人とかは、もしかしたら、他の動画見た方がいいかもしれないですね。でもそんなに暗くないんで大丈夫なんですけど、なんでね、僕が最近ちょっとあんまり新しいポッドキャストを作らなかったかっていうことについて、ちょっとだけ話したいんですね。時間があったら聞いてください。まず、理由はちょっとメンタル的なことですね。少し前のエピソードでも、少し話したことがあるんですけど、僕全然、怒らないんですよね。他の人が何か、僕にとって悪いことをしてきても、あの、怒らないんですよ。怒らないし、イライラもしないんですよね。本当にその人が何か、僕以外になんか危ないことをしてたり、なんですかね、薬物使ってたりしたら、その人のために起こるかもしれないんですけど、僕に何か、嫌なことしてきても、そんなにイライラしないっていうことを話して、で、僕がこういう性格だって知ってる人が多いんで、メンタルが強そうとかね、メンタルが安定してそうって思われることも多いんですけど、実際はそんなことなくてですね、メンタルが別に不安定なわけじゃないんですけど、いろんなことを考えちゃう時があるんですよ。それで、そういうことがあったんですね。で、もう少し詳しく話すと、僕ね、基本的にその生活の中で基本的にずっと一人なんですよね。一人でいるんですよ。なんか、いろんな人と話してると、僕の顔とか見て、友達多そうってね、言ってくれるんですけど、実際はそんなことなくて、友達が多そうな顔ってなんだろうって思うんですけど、僕にも友達がいるんですよ、もちろん。で、その友達が、最近結婚し始めたんですよね。で、僕が、仲がいい友達、特に仲がいい友達2人いるんですけど、そのどっちも結婚したんですよ。今年ね。今年結婚して、で、これから忙しくなるじゃないですか。その結婚して、将来はまだわからないですけど、もしかしたら、子供もできるかもしれないっていう感じの時に、僕は一人でオンラインで仕事をしてるだけなんですよ。で、そういうのを考えると、これからもっと、会う頻度が少なくなるのかなとか、思っちゃうんですよね。で、最近実は僕、友達に会いに行ったんですよ。で、その仲がいい友達2人いるんですけど、そのうちの1人に会いに行って、で、日本人の友達ですよ、どっちも。で、その1人の友達が、今中国で住んでるんですよね。中国に、転勤になって、で、そこで仕事してるんですよ。で、僕は友達に会うために外国に行かなきゃいけないんですよね。今ね、結婚してる友達に会うために飛行機に乗らなきゃいけないんですよ。で、僕も、忙しい仕事があるし、その友達も仕事があるんで、えそうですね、長い時間会えないんですよね。その週末だけとか。僕、奈良に住んでるんですけど、奈良から、関西国際空港に行くまでに、交
この家から、2時間半ぐらいかかるんですよね。で、そこからなんか飛行機に乗る手続きして、で、飛行機に乗って、で、飛行機を降りてから、いろいろね、手続きとかして、そこから電車に乗って、タクシーに乗って、友達の家に行く。で、もう全部合わせると、最短で12時間ぐらいかかるんですよね。で、友達に会うためだけに、12時間かけて行って、で、もちろん帰りも同じ時間、12時間かかるわけですね。なのに、会えるのは週末の2日だけとかね。そんな感じになって、なんか大人になったなって思って、嬉しい気持ちもあるんですけど、やっぱりね、悲しいですよね。で、そういうことを最近はいろいろ考えちゃってたんですよ。で、特に、一人なんでね、その仕事をもう一人でしてるんで、あ一人でいるとどうしても何か考え事しちゃうじゃないですか。別にしなくていい心配しちゃったりね。そういう時間も多いんで、一人でいるといろいろ考えちゃうんですけど、それで生活の中で僕ずっと一人なんで、何か相談できる人もなかなかいなくって、で、そうするとやっぱりね、悪いサイクルの中に入っちゃったんですね。それでなかなかこのポッドキャストを作るってなった時に、この収録もね、一人で、で、編集も一人でしてってなると、やっぱり、その、集中できなくなっちゃうんですね。で、今はね、回復して集中できてるんで、これ撮ってるんですけど、そういう理由でなかなか、このポッドキャストを収録するのが難しかったって感じですね。で、こういう時に、やっぱりね、僕のメンタルが安定した時っていうのが、やっぱり僕の学生さんと話す時ですね。その僕の学生さんと話す時が唯一僕の生活で他の人とそのコミュニケーションできる時なんですよね。なんで、それが本当に役に立って、で、1ヶ月ぐらい、経っちゃいましたけど、かなりメンタルが安定して、今、これを収録してるっていう感じですね。僕も本当はずっとメンタルが安定して、どんなことがあっても、常に、ポッドキャストを作って、アップロードしてっていうことをしたいんですけど、難しかったですね。なんか、子供の時とか、学生の時って、なんかメンタルが、その、安定していないっていうのがなんか恥ずかしいような感じがあったんですよ。僕が知ってるコミュニティとか、僕が知ってる社会の中で、自分はメンタルが不安定だっていうことを話すのはなんか、恥ずかしいというか、なんか弱く見られるんじゃないかみたいな、あのイメージがあって、あったんですけど、実際はね、そんなことなくて、もちろん社会の中にいろんな人がいますから、メンタルが常に安定してる人もいれば、不安定な人もいて、いろんな人がいるっていうことがね、分かってきたんで、やっと。僕と同じような状況にいる人は、全然悩まなくてもいいと思いますし、その、メンタルが不安定な人の強みっていうのは、そう同じようにメンタルが、不安定な人の気持ちがわかるっていうことですから、そこはね、自信を持っていいと思います。それがね、ちょっと、このポッドキャストの、アップロードが、久しぶりになってしまった理由ですね。で、もう一つ理由があるんですけど、スイッチで、一つ前のゼルダしてました。ありがとうございました。